魂のリミッターを突破へ。こんにちは、天野ジャックです。さあ、今日はですね、これから死後の世界について解説をしていこうと思いますので、皆さん覚悟はいかがでしょうか。ここで話す内容はですね、皆さんご存知の臨死体験者の話のように、死後の世界に行く手前で、帰りなさいという感じで返された人たちの体験談とはまた違います。生前に、心霊研究に携わってた人が、死んでしまった後、死後の世界について改めて向こうの世界で研究を行ってですね、でその内容を報告してくれて、その内容を解説していこうという、ことになります。そのことを前提として動画を見ていただければと思います。でも今の我々では、この情報がですね正しいかどうか検証することは不可能ですが、知識は武器になると僕は信じているので、死者が死後の世界の様子を伝えてくる意味はどこにあるのかも知りたくて YouTube 動画という形で、自分自身も研究をしていこうかなと思っています。興味のある人はぜひ付き合っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではまずですね、僕は死後の世界はあるんだろうかという疑問とですね、脳はごめんなさい、魂は脳が作り出す作用で、肉体が死んでしまえば全て終わってしまうという、ことが本当なのかという疑問をずっと持っててですね、それに関して、マイヤースはですね、精神は脳が作り出すものではなく物質から独立した存在であると伝えています。ということは、死んだ後も、精神、魂がですね、存在するということだと言いたいんだと思います。じゃあですね、死後の世界死後もですね、存在する魂はですね、この世をさまよったままうろちょろするような、放置プレイになるのとかですね、そうじゃないならどういうシステムなのっていう興味湧きませんか。それについてはおいおいですね、説明が深まっていくと思うんですけれども、マイヤースのね、解説では我々は旅をする魂で、魂は、所属する集団があると。でそのグループには統括する霊が存在し、この霊は、神の思念の一つである。魂はその統括霊によって養われていて導かれているということらしいです。であくまでイメージ図なんですけれども、ここに書かれているのは肉体という形を持たない彼らを説明するために、簡単にですね、まるで表現させてもらって申し訳ないんですけれども、中央にですね統括霊があって、その周りに複数魂がありますが、その一つ一つがこの世界に生まれる人間などの魂らしいです。で図のように、我々の魂は単体としてではなく、そもそも統括霊が管理するグループの一員だそうです。その魂の集団のことを、類魂グループソウルというそうです。ということはこの世界には同じ類魂の人もいれば別の類魂の人もいるということになります。で、ここでですねちょっと話はそれてしまうような内容なんですけど、マイヤースさんの師匠としてですね、こういうことが書かれてました。ある思想に人間の奥底に神が存在するとあるが、神は超越的大精神であり全ての事象の完全統一体であるため人間の体に存在しないということらしいです。ちょっとねなんか文明の内容から見たらちょっと怒ってはんのかなみたいな感じで読める、人間の体の中には神様なんていう大きな存在いないよっていうことを言いたいんだと思います。で、神と呼ばれる超越的大精神の一部だったものが分離独立して霊が生まれるそうです。でその霊にはそれぞれの個性があって、初めはみんな無垢で未熟な、存在だそうです。霊にも成長段階があるらしくって、霊が完全に英知を身につけて神的属性に至るとまた超越的大精神に統合されちゃうそうです。で、霊が成長するためにグループに所属する魂を物質世界、この世界にですね誕生させて、
さまざまな経験人生を積ませるために魂を、霊が導くそうです。この導く霊の数は20個の場合もあれば1000個までね、すごい数を操っている場合もあるそうです。操っているというか導いていることもあるそうです。キングダムで例えるとですね、千人称みたいなもんですよね。おめえらそれはいいんですけどね。寿命を終えた我々の魂もですね、死後の世界でゆっくりと霊的覚醒を経験して成長していくそうです。魂も霊も、成長していくそうなんですよね。で、成長のためにはそれぞれの魂は死後の世界に現れてくるいくつもの階層を経験し、あるものは覚醒してさらに上の階層へと上っていくこともあるし、あるものは途中で、地上界、今の世界でですね、再びまた戻ってくる、誕生するそうです。そして魂は輪廻転生や、覚醒を遂げて最終的には、魂は統括霊の、一部となっていくそうです。つまりこの世界の全ての事象の存在理由は霊という存在の進化のためにあるそうです。いきなりね、なぜ人生まれてくるのか、この世はなぜ存在するのかという疑問にですね、答えてくれているような内容なんですけどね。で、今後紹介する動画の話で触れていきますが、魂は誕生する場所はこの地球以外にもあると語られています。すごいことをさーっと言ってるんですけどね。で、それにどんな階層が存在するのかについても、事細かに語られています。興味ある人はですね、今後アップする動画を待っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。では、今回の、動画で紹介する内容は以上になります。どうでしたかね。何か気づきにつながるような部分があったでしょうか。これからの内容を信じるか信じないかはとは言いませんけれども、見ていただいた方の魂のリミッターを取っ払うきっかけになれれば、嬉しいかなと思います。では、動画の方は以上になります。ありがとうございました。天野ジャックでした。